肩越し視点にカメラがあって、近接武器で戦うタイプのアクション RPG。画面映えを意識した結果、敵のサイズでかくなりがち。世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、高と申します。いやー、敵のサイズ問題ね。これめっちゃあるあるなんですよね。やっぱり敵のサイズでかい方が、戦っている時のね、絵面がめちゃくちゃ映えるし、敵のモーションとかも見切りやすいしっていうことで、サイズに関してはね、でかい方がいいことずくめなんですよね。これが限度を超えてね、巨人レベルのデカさまで行ってくると、残念ながら足踏みボットと化してしまって戦闘がクソつまらなくなるっていうパターンもこれまたあるあるなんですけども、まあ人型って言えるレベルのサイズ感ならね、でかいに越したことはないと思います。なのでフィールドにたくさん出てくる雑魚敵なんかもね、冷静になってよくよく見てみると、主人公より全然身長が高いなんていうこともあるあるだと思います。そんな例に漏れずね、うちのゲームでも最近敵の身長に関するね、情報修正なんかが入ったりしてるんですけれども、まあその話は置いておいてね、今週も開発の進捗共有していきたいと思います。今週はですね、サムネにもある通り、講談社のね、テストプレイ用のゲーミング PC、そこそこちゃんとした値段のやつをね、クラッシュさせてしまったという事件がございました。進捗共有のためにね、新生千罰の最新バージョンを結構こまめにね、Steam の方にアップロードして、で、開発チームと講談社の人間だけが遊べる状態にしてね、共有させてもらってるんですけど、それを講談社内のね、ゲーミング PC で遊ぼうとしたところ、ゲームがクラッシュしてしまったという形になってます。クラッシュっていうのはあれですね、ゲーム画面が完全にフリーズしてしまって、なんかこうエラーのね、メッセージウィンドウが出てくるっていうタイプのやつです。これね、かなり PC に負荷がかかってる状態ってことになるので、本当に良くない事象ですね。講談社の皆さん、その説は申し訳ございませんでした。これ原因としてはね、最適化不足っていうのが挙げられます。今作ってる新生千罰、マップの広さが前作と比べるとかなり広くなりました。まあとはいえね、AAA クラスのオープンワールドタイトルなんかと比べると、もう本当に鼻くそぐらいの広さのマップではあるんですけれども、そんなサイズのマップでさえもね、何も考えずにデータをぶち込み続けていると、ちょっといいお値段のゲーミング PC をクラッシュさせてしまうほどの高い負荷を与えてしまうゲームタイトルになってしまうわけなんですね。このクラッシュ問題を解決するために、うちのチームで行った対策っていうのが大きく分けて2つあります。1つ目が階層型の LOD システム、HLOD と呼ばれるやつですね。そして2つ目がテクスチャの解像度のダウンスケール。まあ正直どっちもちょっと難しくて何言ってんねんこいつっていう感じの話ですよね。なので今回はそれらをね、概念をできるだけ細かく噛み砕いてね、わかりやすくお伝えしたいと思います。じゃあまず一つ目なんですけど、階層型の LOD システム、通称 HLOD ですね。こちら正式名称は Hierarchical Level of Detail と言います。なんかこうハイラル地方に伝わるゾナウ文明の謎技術って感じの名前してますね。おそらくティアキンとかでもね、この仕組みと同じような処理はされてるんじゃないかなと思います。まあそんなハイラルジョークは置いときまして、Hierarchical Level of Detail が何をしているのかっていうと、非常にわかりやすく短くまとめて言うと、ステージの中にある多数のオブジェクトたちをグループごとにね、まとめて管理しているっていう感じです。ゲームのステージってめちゃくちゃオブジェクト、物の数がすごい多いんですよ。うちのゲームでも、例えば動くキャラクターとかを除いて、静的なもの、止まっているオブジェクトだけでもめちゃくちゃな数があります。これらを一個一個個別に管理していくのってめっちゃ大変そうじゃないですか。なので、距離が近いオブジェクト同士とか、似た性質を持つもの同士をまとめて袋に入れたりとかね、こう引き出しに分けて整理整頓するみたいな。そういった作業を想像してもらえると、だいぶ近いんじゃないかなと思います。人間の脳みそとかもね、一緒だと思うんですよ。例えばゴミ屋敷に入った時とかって脳みそがクラッシュしそうになるじゃないですか。綺麗に整理整頓された部屋の方が探し物とかもすぐに見つかりますもんね。というわけでこまめな部屋掃除は大切だぞという、そんなお話でした。続いてはテクスチャのダウンスケールについての話なんですけど、こっちの方がね、まだわかりやすいんじゃないかなと思います。ゲームの世界では、オブジェクトすべてにテクスチャっていうものが貼り付いてます。これはね、ハンターハンターの基礎化をイメージしてください。ドッキリテクスチャーっていうね、念能力あるじゃないですか。まさにあれです。その貼り付いてるテクスチャにね、
絵が書き込まれていて、その絵がね、めちゃくちゃ綺麗に書き込まれてるんで、僕たちプレイヤーは、これ岩だなとか、これは木の樽だなとか、そういう風に認識できるわけです。で、そのテクスチャに書き込まれている絵の解像度が問題になってまして、最近のゲームってどれもグラフィックえぐいじゃないですか。アセットストアで売られてる背景モデルとかも基本的にめちゃくちゃグラが良くて、例えばこちら岩のテクスチャなんですけど、こちらね、解像度が 4096×4096、いわゆる 4K サイズで作られてるんですね。本当に全てのテクスチャが 4K サイズ必要なのかって言われると、これ実はね、そうでもないことの方が多いです。それこそ2048とか1024サイズで十分な場合が結構あります。なので、このレベル内で使用されているテクスチャを検索してね、抽出してきて、そいつらの最大解像度っていう設定値を1024まで落としてやります。この一括編集機能がね、クソ便利なんですよね。で、うちのゲームではね、結構高品質なアセットをたくさん使ってたので、それこそ 4K サイズでね、テクスチャを用意されたモデルがたくさんあったみたいです。結果としてテクスチャのダウンスケールを行うことで、かなりゲームを軽くすることができました。実際理論的にはね、画質が少し落ちてるはずなんですけど、肉眼だとね、ほぼほぼわからないというような感じになってます。ただ、この際ね、一つ注意したいことがあって、さっきも例に出した岩のモデルとかね、あれ実は 4K サイズのままにしてあるんですよ。なんでかっていうと、岩のオブジェクトはめちゃくちゃ巨大なサイズで設置されるからです。こういったサイズがそもそもでかかったりとか、あとカメラの近くで描画されるようなオブジェクトがある場合は、解像度はオリジナルのまま、4K のままにしといた方がいいです。こいつらの解像度をね、例えば1024とかね、下げちゃうと、マジで他のモデルと比べるとね、めちゃくちゃボケボケな感じになっちゃって、そこだけ超クオリティ下がった感じに見えちゃうんで、注意してください。で、ここまでのテクスチャの話をまとめると、これまたドッキリテクスチャに例えてちょっと話しましょうかね。大きなものを隠したいときは、大きなハンカチを用意してください。っていうことですね。ヒソカって傷とか隠すとき、ハンカチにね、ドッキリテクスチャかけて隠すじゃないですか。ハンカチのサイズをちゃんと隠すものに合わせてね、巨大なものを隠したいんであれば、巨大なハンカチが必要になりますし、小さな傷を隠すときにわざわざ巨大なハンカチとかで隠してるとね、すごくそれは本当にメモリの無駄遣い。なんでね、小さなものを隠すときは小さなハンカチでいいですよということでした。というわけで今回はこんなところですかね。ご紹介した最適化2つをね、やったところで、ちゃんと講談社側のね、PC でも問題なく動作するようになったので、テストプレイ会の方はね、ちゃんと問題なく行えそうです。またその辺も進捗出ましたら共有しますのでお待ちください。というわけで今回この辺で失礼します。お疲れ様でした。